こんにちは、こんばんは。ご視聴ありがとうございます。名調暮らしと申します。こちらの動画は、ホロタクティクス同調、シギルムの難易度6のプレイ動画と解説動画になります。被弾回数0回、達成できたので、まずそちらのプレイ動画をご覧いただきまして、でその後にですね、そのプレイ動画を元に、解説をね、クリアできるように、このベリーナと消滅漂白者と参加使い方になりますが、それで解説している動画になります。シギルムが出て、1週間ぐらいは経ちましたかね。なぜね、1週間ぐらいさっとね、動画出せなかったかっていうのはね、ステータス紹介の方で理由などもね、お話ししているので、もし興味があれば最後までご覧いただけたら嬉しいなと思います。今回ね、ステータス紹介をね、最後にしたので、それを話しながら終わるような動画になっています。それでは、まずはプレイ動画からご覧ください。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく行くぞ。甘い静寂に沈め。私の後ろに湖中の方行くぞ。行こう。行こう。影に溶ける。花よお通ししたいの飛んでけ。私の後ろに大フレン魚湖中の方行くぞ。その力使わせてもらう。俺の番だ。任せてください。日向ぼっこの時間ですよ。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとくやっはっ湖中の方行くぞ。未来のために。私の後ろに静まれ。逃がさない。私の後ろに軽電骨監獄よ湖中の方行くぞ。静寂に沈め。行こう。甘い。私の後ろに朝日にきらめく霜のごとく湖中の方まだいける。行くぞ。
甘い行こう影に溶ける任せてください。気をつけなさいよ。飛んでけ。よしっと。私の握った骨を軽減し監獄よ。固執の行くぞ静まれこれも音の力だチャンスはあるはず時より朽ちる花よ。日向ぼっこの時間ですよ。私のまだいける。その枷を解き放て。固執の行くぞチャンスはあるはずさらいこの力使わせてもらう私の後ろに軽減せし監獄よ。ここまでご視聴ありがとうございます。プレイ動画いかがだったでしょうか。まあこんな感じになりました。タイムはね、ギリギリだったんですが、今回はね、できるだけまあ見せつつ、倒そうみたいなね、目的で挑戦した動画なので、タイムはね、目をつぶっていただければなと思います。こんな感じでやれば倒せるよという動画ですね。まあ解説の方をね、ちょっとやっていこうかなと思います。プレイ動画のものには左上にプレイ動画と書いてありまして、画面が切り替わります。このプレイ動画では出てこなかった、ね、シゲルムの攻撃モーションなども、まあ、一緒に説明していこうかなと思いまして、まあ、結構画面が切り替わるので、まあそこはね、ついてきてください。まずね、冒頭ですね。で、この動画からですね、できるだけそのジャスト回避ですね。ジャスト回避のタイミングを、ちょっとね、こんな感じで、この今一瞬映ったと思うんですけど、これですね。回避のタイミングです。この丸がついた時で消えるまでに押してください。消えた時にはもうダメージ食らってると思ってください。で、続けます。すべてではないですが、できるだけ黄色いね、丸輪をつけてます。で、ここですね。ここでね、表面解放使っちゃうんですね。使って、損害スキルの効果で、表面解放使って、5秒間の間にね、使うと威力が増すので、それを狙って使って、で、参加に変えて、そうするとね、シギルムの攻撃が止まります。まあ、シギルムのね、耐久値というか、まあ、止まったら、まあ、ほぼほぼ運みたいなね、ところがあるので、まあ、狙ってっていうよりはまあ難しいかもですけど、まあ、こういう風にね、キャンセルできるよっていうのを覚えておいてください。で、画面切り替わりまして、もしね、止まらなかった場合、で、走って突っ込んできて、で、この光ってからこう来る。で、これも回避して、そうすると、ここでね、これ見えにくいんですけど、レーザーがね、
シギルムは食らわねえのかって思うぐらい、こう、ギリギリ当たらない範囲で撃ってるんでしょうね。こうなるんですけど、結構範囲広いんですよね。この攻撃。で、プレイ動画に戻りました。で、これですね。ここで回避で、そうするとね、波動砲でいいのかな。で、撃った後に消えて、こういうのがね、来るんですよ。で、これが結構早いのと、伸びてるんですよね。剣先というか。意外と早く当たるというか。なので、早めに、こう、2回押しちゃってるんですよね。こうやってね、回避ボタン1、2って押しちゃってるんですよね。じゃないとね、当たっちゃうんですよね。これですよ。これ。これですよ。これに当たり判定があると思ってください。このね、これがね、当たってくるんですよ。で、ここですね。一発目、今1回撃ちました。で、こちらですね。これ撃ってくるんですけど、一発目、目の前に脅迫者がいるので、ここは回避わかるじゃないですか。次ですよね。ここにもうずれてますよね。銃のね、弾が出るとこから外れてるのに、ここで回避が発動してるんですよ。ここで。なので、シギルムの周りに当たり判定が出てるって思ってください。だからまあ、後ろにいたとしても、まあ、当たっちゃうんじゃないかな、これ。で、これで回避で、で、こちらですね。このなんかね、ブレードなんですね。なんか投げて、ブーメランみたいなね。それが、ポンってこう、来た後に、これが来る。で、もう回避で、で、ちょっと早送りします。で、こちらですね。このね、セリフを言ったと思うんですけど、ちょっと戻すか。これね、セリフを言うんですけど、この時に、この攻撃、3回攻撃は、セリフなしでもうやってくるんですよ。ただ、セリフが入ると、足がね、動きが変わるんですよ。次ですね。ここ。足がね、出るんですよ。これが合図で、これがあると、続くんですよ。攻撃が。蹴り上げて。で、それで浮いて、で、撃ってくる。で、走ってきて、ここでパリタイミングですね。もし、パリをしなかった場合、ここでパリしなかった場合、で、次あります。もし1回できなかった場合に、ここで1回回避して2回目にありますので、ここでパリを狙ってもいいかもしれない。で、これもしなかった場合は、レーザーが飛んできます。で、これ3回避けますね。で、プレイ動画に戻りました。で、これですね。まあ、これをね、いちいちね、受けて、パリその回避するまで待ってると、時間がもうどんどん失ってしまうので、もう入れ替えちゃった方がもう無難です。もう無理にね、待つ必要ないです。時間がもったいないです。これは。で、これでダメージ食らってないですね。で、早送りしまして、でここのタイミングですね。詐欺を出して、この時にね、シギルムも攻撃モーション入ってます。で、矢印のね、先にいると思うんですけど、この距離を離されちゃって、当たってないんですよ。まあ、これはまあちょっと失敗ですね。当たってないですよ。でも、離れてることが分かったから、
何か来るなと。で、貯めてますので、もうすぐ回避準備して、ここで回避してます。で、これが来るので、回避で。で、これですね。これ考えた人、本当すごいなって思いました。このね、攻撃モーション。よく思いつくなと思って、後ろに離れるんですよ。距離を離して、着地と同時に出すんですよ。で、浮き上がりと同時に打ってくるんですよ。で、投げてくる。で、追撃で、これも回避で、で、ちょっと、変わりまして、で、次、もうこれね、ゲージがなくなったので、2形態目に入るところです。で、その前に、プレイ動画では出てこなかったね、1形態目の動きがありますので、それをちょっと見ていきます。で、こちらですね、痛みをって言いながら、バンってこう広がって、で、そのまま構えが来て、で蹴るんですよ。で、次来て、で、ここでね、パリー判定が来るので、まあ、連続攻撃、回避反撃からの連続攻撃して、まあ、狙ってもいいですし、でもしこれパリーをしなかった場合、今回全部避けます。で、これが避けると、次にジャンプで蹴り、これね、当たり判定はあるっちゃありますけど、今回ちょっとずれてますね。で、下にガンと。で、これ回避発動してるのわかります？これこんなに距離あるんですよ。なのに、足を地面に落としただけでここまで当たり判定があるということですね。で、そのまま上に上がって、こうなると。で、なぜか腕首。なぜか腕首。こちらですね。武器が飛んできて、このね、これは当たり判定ないんで大丈夫です。ただ、この時に攻撃しようが、入れ替えようが、強振動白いゲージですね。はもう1ミリも減らないので、この時はあまり攻撃しなくてもいいかなと思います。回復とかだったらまあ大丈夫だと思うんですけど、それぐらいですね。何も攻撃しても何もたまりませんので注意ですね。無駄になっちゃう。で、この時ですね、剣腕上げるんですけど、この時にうまくいくとシギルムの攻撃、この上がるこの動作ですね。これをね、攻撃モーションキャンセルできるんですよ。通常の攻撃でも。ただ、よっぽど威力高い攻撃か、一度あったのがベリーナの共鳴解放でキャンセルなってたので、まあ何かしらの攻撃でキャンセル狙えなくもないって感じですね。でもならない時が大半ですね。必ずはちょっと難しいかな。まあそれか、不協和破壊。この時に発動するとキャンセルできるんで、それを狙って貯めといてもいいかなと思いますね。で、こちらで、これね、ほんと避けるのがね、まあ練習してて、たまに当たってた。当たるよ、これ。なんかわかんない。避けるタイミング。もう落ちてきたなっていう感覚で避けてますね。タイミングをちょっとわかりやすくしようかなと思って、これはね、閉じた時ですね。閉じたら打ってくるんで、閉じて回避ですね。でも、変わりまして、このね、落ちてきた、このタイミングで、今これは、チャージでしたけど、必ずこれじゃないんですよ。必ずこれじゃなくて、これの時もありまして、
うやってね、こういう、すごいこう画面いっぱいに、これ結構当たり判定広いんで、まあ避けた方がいいかなと思いますね。これか、これですね。この、もう今3つありますね。でこれか、もう一回これですね。この4つ目。これのどれかが来ます。他のもね、いろいろあると思うんですけど、まあ大体まあ気づいたので、こんな感じですかね。で、これの無言で3回連続。無言でね、この攻撃なんですけど、無言で3回切ってくるんですよ。これに気づくのが、この予備動作しかないんですよ。何もエフェクトも光らないし、剣も光らないし、意外とね、当たっちゃうんですよね、これ。で、こちらですね。これはね、予備動作のモーションがあるんですよ。炎みたいのがわーってエフェクトが出てきて、で、これですね。で、浮いて、これが来て、で、上からドン。で、それの、先ほどのこの3連撃ありますよね。この3連撃と、もうしつこく見せちゃいますね。この3連撃と、この技。ね、この技を合わせると、こうセリフがあって、合わさって、こうスッと、さっき3連撃で終わってたじゃないですか。で、今回はエフェクトも何もなしに、これが来るんですよ。おかしいでしょこれは。何も予告もないんですよ。予備動作が、これしかないんですよ。これで判断しろっていうの。これで続くんですよ。まあだからこのタイミングで強化破壊やってもいいっちゃいいんですけど、問題はね、ここからなんですよね。広くね、こう来るんですよ。こうやって。で、この後ね、スローモーションのがあるんで、で、こう溜めて、で、放ってきて、剣を振って、で、こちらですね。これがね、こう光るんですよね。でも、まだ当たってなくて、これでまだ当たってないんですよ。ここから、ここなんですよ。わかりにくくないですか？光るんですけど、ここなんですよ。で、回避なんですよね。なので、ちょっとね、早めに回避してると、当たっちゃうんじゃないかなって思いますね。で、スキップしまして、で、ここですね。で、トーンと。で、回避して、で、これですね。まあ、花火みたいでね、綺麗ですけど。このね、ミサイルって言っていいのかな？これは、常に当たり判定が出てるので、近づくと、ダメージがきます。なので、まあ、近づかないように。まあ、さすがにね、ここから近づこうとは多分ならないと思うんですけど、これね、当たり判定あるので、触れないように、近づかないようにしましょう。で、回避で、ここですね。で、これがこうやってくるんですけど、結構画面いっぱいに範囲が広いので、離れてても、気をつけてください。一応回避ボタンを押した方がいいんじゃないかなと思いますね。
このミサイルですね。左が先か。左から先に来て、まあこれはね、回避で、回避みたいな。2回回避か。今のところ、その距離ですね。これぐらいの時に、の方が回避しやすいかな。近くにいると、もうどっから来るのかもわかんなくなるんで、一番被弾してたのはシギルムに近づいてた時ですね。で、ここからレーザーが来ます。まあもう狙ってくると思うんで、こうバラバラでやってるようで、当たり判定ある。今、レーザー当たってはいないですよね。当たってないけど、こう回避が発動してるんで、離れてても、やっぱ飛んでくるんじゃないかな。で、ちょっと一瞬引っかかったけど、このね、ミサイルが飛んでくるんですよ。で、ここで回避して、で、画面切り替わって、これがね、今、止めたんで、不協和破壊で止めてしまったんで、これは止めないバージョンで説明していきます。で、こちらですね。これがね、これちょっとね、S 字なんですよね。まあ、たまたまそうなったのかわからないですけど、ちょっとこう S を書くように、で、この辺ですね。ここでミサイルが飛んできて、ここで回避ですね。まあ、その時いる立ち位置でもね、タイミングは変わってしまうんですけど、当たりに来てるので、こう回避で。偶然当たってないですね。で、ここですね。ここでね、飛んでくるんですけど、奥、この時間のね、ちょっと下のところに今、細いのが一本ポンって出てるんですよ。で、そのよりも手前の方が近いから、このね、すげえな、見えにくい。いやー、これね、すごい見えにくいんですよ。見えにくいに決まってるじゃないですか、こんなん。これね、当たってますよ、自分だって。ここだな。ここで、出てるんですよね。で、まあ、近づいてる分、手前の方が早く到着するんですよ。漂白者に。で、この丸いね、黄色い円が出てると思うんですけど、ここでね、回避ボタンを押さないと、当たっちゃうんで、ここで回避ですね。もうここでもう当たってるんですよ。で、だって奥のミサイルが一発漂白者に当たる前に、2発当たってますからね。2発漂白者に届いてますからね。これで今1発目ですよ。で、2発目もう来てる。で、奥まだ来てないの。で、やっと来るんですよね。なので、発射口が多分近いのかな。だからね、1回目に放った時より2回目の方がタイミングずれるんですよ。だから2回目当たる人が多分多いのかなって。まあ自分も当たってますけど、多分2回目の方がね、タイミングがちょっとつかみづらいかなって思いますね。で、こちらで、まあこのね、輪っかが出たらというか、重なったらかな。ここかな。ここで入れ替えちゃって。ね。が正しいやり方かな。漂白者でね、パリできる時もあったんですけど、友倒れ、相打ちになっちゃう。もうエフェクトの多分あれがでかすぎるでしょうね。攻撃判定が。当たっちゃうの。で、パリできてるの。パリはできるんだけど、漂白者が当たってる。いや、もう倒れてるよね。だからまあ入れ替えた方がいいかな、ここは。だから収装、だからミサイルで、避けて、収装スキルを貯めてねっていうことなんですよ、多分。だからあんなに撃ってくる。で、これは同じなので、
これは大丈夫かな。で、プレイ動画にね、戻ってまして、これも同じだな。で、こちらですね。これはね、まあ、もう回避で同時に来るので、もうほんといろんな種類あるね。モーションが。ミサイルのモーションだけでも結構あるよ。で、こう切って、で、撃ってきます。これランダム性に見せてるんですけど、まあ、画面上もう届く範囲、レーザーが届く範囲はもう必ず回避ですね。で、回避して、収装スキルを貯めておいて、で、ここで入れ替えて、まあ、これがいいかな。これで出しました。漂白者を出して、で、ここでね、ブレイクしたんですけど、もししてなかったら、これが来てましたよっていうことですね。で、ついでにね、これ入れるちょっとスペースがなかったんで、ここに入れてます。これがね、来なかったんですよね。で、避けるとしたら、こんな感じで避けましょう。で、ここでですね、一応これ回避をしてるんですけど、回避モーションは出てないんで、この光の後に嘘はないかな。当たり判定が、まあまあ細いのかなって、広くないのかなって思いますね。まあなので横に避ければ、まあ大丈夫なんじゃないかなと。で、プレイ動画に戻りまして、でこちらですね。これが結構鬼門なんじゃないかな。自分も何度もね、やられてますから。で、一応ね、目印が一応あります。で、これ、丸2ってあるんですけど、これはまあ1回だけだと不安だから、まあ2回ぐらい、回避連続でトントンっていう感じで、まあマウスだったらカチカチみたいな、タップだったら親指トントンみたいな感じで、2回押しましょうみたいな感じですね。だったらまあ安心かな。1回だけだとちょっと不安かなって感じなんで、それだけね、ちょっと分かりにくいです。どこ見ればいいんだろうなと思って。まあ目印として、なんかね、星みたいのがあるんですよね、真ん中に。散りばめられてるんですね、星が。それが消えたら押すのかなと思ったんですけど、それでもね、当たってたんで、まあ、本当にタイミングがシビアなんだろうなって思いますね。で、2回押しますね、これ。回避って押しますね。2回あるんですよ、当たり判定が。で、2回ですね。で、これはね、当たり判定ないの。こんな激しいエフェクトしてんのに。で、ゆったり降りてくるというね。で、ここで、ちょっとここでね、ベリーナでちょっと失敗してるんですよね。ここでね、使っちゃったんですよ。不協和破壊。ここで使えば、時間ね、短縮できたのかなって思いますね。これがね、30秒ぐらい、残り30秒か40秒ぐらいにね、これ来るのよね。結構来る。確率として。時間ないのにさ、攻撃できない時間があるんですよね。で、油断しないようにね、こうやって飛んでくるんで、この回避ですね。共鳴解放使ってまだ5秒経ってないので、ダメージが上乗せされて、で、3火出して、ここでね、出してました。で、氷を割ってしまったら、
収装スキルがね、溜まってしまうんですよ。溜まってしまうと、暗雲状態中の変装スキルないから、通常時の変装スキルになるんですよ。そうすると、多分大丈夫だとは思うんですけどね。間に合ったと思うんですけど、氷を割る前に交代して攻撃するっていう感じですね。あとはね、ステータスをね、説明して、この動画は終わりたいなと思います。それではね、ステータス、もしね、興味があればご覧ください。ここまでご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか？いやー、なかなかね、スローモーションとかね、あれが大変。カット編集とかが、本当に大変。まあでもね、やる価値はあるかなと思って、作ってみました。まあ、ステータス紹介。まあ、エンディングテーマにしまして、まあ、ちょっと雑談交じりになってしまうかもですが、興味があればね、ぜひご覧ください。それではね、ベリーナ、まあ、軽く見ていきます。まあ、共鳴効率がね、まあ、270ぐらいになってますが、まあ、そこまでね、高くなくてもいいかなと思いますが、結構まあ、ベリーナの育成はね、まあ、大体ですよね。まあ、優秀すぎてね。さっとバフをかけてね、すぐしまえるっていうのがいいのでね。みんなと一緒にいたい。これからも。で、こちらですね。いやー、このね、ステータスにするのに、まあ、時間がかかってしまったっていう感じですね。まあ、本当はもう2、3日ぐらいでシギルムね、攻略して動画出そうかなと思ったんですが、まあ、あまりにも攻撃が激しく、さらにはね、ここどうすんのっていうのもね、あって、っていうのもあり、で、それプラス、足りなかったんですよ。5分間に合わなくて、厳選の方に時間を使ってしまったという感じですね。まあ、それで、ちょっと長く、すぐには出せなかったって感じですね。まあ、準備しとけばよかったんですけど、今回、このシギルム、まあ、体力が多いみたいなね、ありましたけど。で、初めてね、見る技とかがあって、もう、やられまくって、そろそろ進めます。繰りだめ、ここですね。まあ、無毛者ね、使ってたのはお分かりいただけてるかなと思うんですが、もともとは、無感者でした。無毛者の、サブステですね。こんな感じです。で、この無毛者のサブステは、そんなには、時間かからなかったです。2、3回やったぐらいでこうなりました。問題が、それで終われば、もう2、3日早めにもっと上げられてるんですよ。これなんですよ。コストさんの、ここ。消滅ダメージアップ、が、どうしても、まあ、バラバラじゃないですか。凝縮が出たりね。解説が出たり。で、そこを、まあ、メインステというかね、そこを変えられるアイテムも、そんななくて、まあ、報酬でもらって使うみたいな、ラジオかな。あれでもらえて、厳選みたいな感じだったんですよ。なかなか、そのクリティカルクリダメがつかなくて、じゃあ、このね、音階も集めようとして、いろいろやってて、やっと、まあ、クリティカルとクリダメがついたので、これにするかっていう感じで、これにしましたっていう。で、こちらですね。まあ、攻撃30の方を選んで、やったんですけど、HP とね、防御力がついちゃってるんですよ。でも、クリティカルが 9.9。で、クリティカルダメージ、18.6。で、共鳴解放ダメージもついてるので、まあ、これで、いいかなと。まあ、攻撃力がね、低めなんですけど、全体的に。ないんですよね。あんまり攻撃パーセンテージ上げてくれるやつが。で、こちらもクリダメついて、クリティカルで共鳴解放ダメージついて。
表面解放はね、だいたい、まあでも、こちらにはついてないんですけど、まあ30以上はあるのかな。表面解放ダメージが。ここにもありますもんね。9.4。こっちも 7.9 ね。で、こっちは 10.1 ついたっていうね。なかなか、こっちは 8.6。まあ、なので、まあ、30以上はね、ついてる、アップしてるってことですね。まあ、それでなんとかね、倒せたって感じですね。まあ、ステージギミックの、3分経過後に上がるバフも今の仕様でありますけど、まあ、それプラス、シギルムのパリして 10% 攻撃力アップ。で、防御も確か上がるのかな ?10% アップ。3サックなんで、まあ、30% ぐらいは上がる仕様なんですよね。まあ、なので、それでダメージは入ってたって感じですね。で、このね、ナイトメア、最初こちらを使ってたんですよ。それも練習中はこちらを使ってまして、ナイトメアに関しては。まあ、使うタイミングが結構、まあ、安定しなかったというか、まあ、使うタイミングといったら、まあ、ダウン中か、あとはもう交代するとき、ナイトメア無感謝を使って交代するみたいな感じがね、スピーディーで与えられるかなと思うんですけど、まあ、でも無猛者の方が、なんかダメージ入ってますよね。ダメージ入ってた印象ですね。やっぱ共鳴解放を使って、ひるみも狙えるっていう考えると、まあ、無猛者使って交代して、で、他のキャラで追い打ちをかけた方が、まあ、そっちの方がなんか、戦ってる感がありましたね。やっぱりね、消滅漂白者は無謀者一択だなーって思いました、ね。そろそろ参加はね、平均的な感じです。まあ、攻撃力が低いかな。本当は2500ぐらい必要らしいですけど、まあ、こんな感じですね。で、共鳴解放がですね、全員についてます。共鳴解放が。なので、共鳴解放の、パーセンテージ、総合が40ぐらいいってます。で、そこにステージのね、バフも入れば上がりますでしょうし、結構ダメージ与えてくれましたね。と、まあ、こんな感じでよろしいでしょうかね。今回はね、まあそんな、なんかエンディングトークしようとかっていうのは、なかったので、これで終わりにしたいなと思います。いやー、ほんとね、よかったら見て、なんとなく見て、動きを覚えて挑戦したらクリアできたよって思ったらね、コメントとか、グッドボタンとかくだされば、あ、見てくれたんだなって思いますし、それがね、結構、やってよかったなって作ってよかったなってなりますし、まあ、それがね、結構頑張りましたよ。本当に。いや、本当なんかわかりやすくっていうかね、まあわかりやすいかどうかはさておき、なんとかね、できれば制覇できたら、またどうせあれですよね。何体作る気なんだろう。その、ファントムペインの称号とかあるじゃないですか。教習なら教習の称号で、ファントムペインならファントムペインの称号あるじゃないですか。同調まあ同調で、そのうち出てくるはずなんですよ。で、シギルムだけこせてないみたいなね、あり得るかもしれないんで、なんだかんだ、すぐ見て調整するんじゃなくて、なんとなく見て、それで戦い方が自分の中に入ってれば、戦いやすいキャラクターでクリアできると思うので、まあ、ぜひね、この動画をね、攻略のためにご活用ください。それではこんな感じですが、今回の動画はこれにて終わりたいなと思います。本当にここまでご視聴ありがとうございました。グラシでした。